皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、次に起こるであろう世界同時株安のその原因となる、その原因が何なのかといったことを今のうちから皆さんにお伝えしようと思います。こうした世界同時株安といったものは何年かに1回何かしらの理由によって起こります。例えば近年であれば、まず新型コロナウイルスによる世界的な流行があり、2020年に大きな下落相場がありました。ただしこの下落というものはその後の世界各国がものすごいお金をばらまくことによって株高へと転換することができています。その前で言えばサブプライムローンショックといったものがありました。これは日本ではリーマンショックとして知られているもので、世界同時株安を引き起こしたものです。そして次に起こるであろう世界同時株安のその原因として考えられているのが、中国市場における巨大企業の倒産です。今回話の主題になるのは不動産開発グループの中国恒大集団という会社です。株をやっている人であれば中国恒大と聞けば、ああ危ないと以前から言われているところだよねと、ピンとくる話なのですが、まだまだ一般的なニュースとして上がってくることはありません。なぜならば一般的なニュースとして上がってくるときというのは、それこそ倒産が決まってその影響が実際に発生した後だからです。株式市場を見ている人たちにしてみれば、そういった何かが起こる前にすでに危ないよといったところがニュースになっていますから、そのあたりについての警戒感というのがだんだんと高まっている状況です。今回の動画では一体なぜそのようにみんながやばいやばいと思い始めているのか、そのあたりについての話をしていこうと思います。それでは中国恒大集団の金融ニュースから次の世界同時株安の引き金になるかもしれない、そういった話について見ていきましょう。中国恒大ドル建て債にまた売り浴びせ、銀行借入の利払い停止報道で。中国不動産開発大手中国恒大集団のドル建て債が再び売られ、過去最低を更新した。アメリカの格付け会社ムーディーズとフィッチの格下げに加え、銀行借入金の利払いを一時停止する計画だと報じられた。中国恒大は今月21日に期限を迎える銀行2行からの借入金利払いを停止する計画で、1行には延長計画の連絡を待つよう要請した。企業が銀行からお金を借りるというのはよく見られる光景なわけですが、その利子の支払いを停止するよというのはすでに異常な状態です。この日の香港株式市場では同社株価が一時 3.1% 下落し、2009年の新規株式公開 IPO 価格を割り込む場面があった。上昇に転じて引けたものの、同社が抱える膨大な債務をめぐり、デフォルト、債務不履行懸念が広がった。こちらが恒大集団の株価の推移です。2009年に株式上場を行って、その後長らくはそれほど大きな株価の上昇は見られませんが、近年における中国の不動産価格の上昇に伴って、住宅販売が好調であり、その時期に大きく業績とともに株価も伸びてきました。しかし今まさにその歯車というものが逆回転を起こして、株価は一気に暴落してきているわけです。中国恒大の格付けを CC に引き下げたフィッチは資料で、今回の格下げはある種のデフォルトが起こりそうに見受けられるとの我々の見解を反映していると指摘。格付け会社のムーディーズも7日、中国恒大の格付けをデフォルトに陥っている可能性、あるいはそれに非常に近い状態を示唆する段階へとさらに3段階引き下げ、同社の流動性及びデフォルトリスクは増大していると指摘した。3000億ドル、日本円で33兆1200億円余りの負債を抱える中国恒大が破綻すれば、貸し手である金融機関、取引業者、小規模企業、何百万もの住宅購入者の間で混乱が生じる恐れがある。中国当局はこれまでのところ、中国恒大に債務リスクの解消を急ぐよう促す以外は、同社をめぐる方針に関して沈黙を守っている。創業者の会長は多額の借り入れと積極的な土地確保をてこに、中国恒大を一代で大手不動産開発企業へと育て上げた。昨年は富裕層の友人や政府の支援で債務危機を何とか回避していたが、中国当局が不動産業界のレバレッジ抑制を目的に設けた3つのレッドラインによって問題が再び表面化していた。中国恒大は先週、資金調達に向けた取り組みが十分でなければ、借り入れに関してデフォルトが生じる可能性があると
自ら警告していた。今回話の中心になっている中国恒大が一体どのような企業グループなのか、基礎情報を押さえておきましょう。中国恒大集団というのは、主力事業が不動産開発、住宅建設販売です。売上は11兆円あり、中国恒大とその関連企業グループの従業員は380万人にもなります。グループのその他の会社においては、不動産管理、テーマパーク、ヘルスケア、電気自動車など、いくつかの事業を手掛けています。中国恒大のこの負債というものがあまりにも大きいために、これらの事業について切り売りし、ある程度資金のめどを立てようという動きも出ています。しかしそのような目論見というものもかなり破綻に近いと見られています。こちらが切り売りを実施しようとしていた電気自動車部門における株価です。電気自動車部門というのはそれこそ現在では将来が有望と見られており、株価も上昇気味でした。これはヨーロッパにおけるガソリン自動車の今後販売禁止計画といったものが公表され、そして中国市場などにおいてもだんだんこの流れを受けて、いずれはガソリンエンジン車についての販売が禁止されるなど、投資家たちは主だった電気自動車についてのベンチャー、そういったところにも積極的に投資を行っていたことが背景にあります。そのため株価は2021年4月には評価額としては9兆円を超えるところまで行きました。しかし、電気自動車部門というのはあくまでも期待値で買われているのが現状であり、母体となる中国恒大集団というものに経営危機が訪れることによって、この事業についてもまずいだろうという話になって株価は暴落しているわけです。このように中国恒大集団というのは多額の負債を抱えている上に、資金繰りを改善しようとしている動き、事業の切り売りなどについても今まさにピンチに陥っているわけです。中国は非常に人口の多い国です。そのような国において、みんながみんな不動産を買いたい。そして銀行の方もみんなお金を借りてくれるんだったらどんどん貸し付けますよというこのような動きというものがあれば、不動産価格というものはどんどんと上がるものです。こうした流れにうまく乗った中国恒大はまさに売り上げをどんどんと伸ばしていくことができたわけですが、その経営手法というのは大きな自転車操業だったと言えます。不動産価格が上昇し、みんなが不動産欲しいよという状態がずっと続くんであれば、そのようなことをしても問題はないわけですが、今まさにこのビジネスモデルというものが崩壊しようとしています。なぜならば不動産価格といったものがどんどんと上がっていけば、どんどんと買えないような人たちも増えてきます。どうしても不動産価格というのはピークをつけたらあとは下がるだけになってしまうものです。そしてそのようなことになってしまえば、今度は借金してでも買いたいという人がぐぐっと減ってきてくるのは当然のことです。例えば3000万円で買ったものが1年後2年後に4000万円5000万円で売れるんだったら、借金しても全然痛くも痒くもないわけです。ところが3000万円でマンションを買った後に、もう次の年には1500万円ですよ、その次の年は1000万円ですよなんてことがもしも想定されるんであれば、誰も借金してまで不動産を買いたいとは思わないものです。そしてそのようなことを思わせるような動きというものが今中国政府に起こっています。不動産価格が上がりすぎているならこれは抑制しないとなという方針を示して、中国政府が動き出して規制をかけてきたら、もうここは不動産ブームは終わったんだなと思う人たちが増えてくるわけです。そのような流れに乗ってまさに中国恒大といったものは巨大な自転車操業についての逆回転が始まったわけです。不動産がうまく売れなくなったな、もう値段を下げるしかないな、手元資金を増やさないとなといった動きなどは出てきました。例えば売り出している住宅価格 50% オフですみたいなこともし始めています。しかしそのようなものでも全く手元現金といったものが不安な状態になっていますから、もう事業を切り売りするしかないという話へとつながっているのです。ところがそのような資金繰りの悪化といったものは非常に経営に打撃を与えていて、銀行から借りているお金の利子払いをもう停止しなくちゃなみたいな話も出てきますし、また社債発行などについてももうみんなこんな会社の社債持っていたってこの会社倒産するんだろうみたいなことを思い始めているわけです。ですから事業を切り売りしようなと思った時も、主力となる事業である不動産の方がまさに倒産するかもしれない、それだったらもう支援は全然ないかもしれないとなれば、もう株としても投資する価値ないよねというのが多くの人たちの味方となっているわけです。このように悪い循環というものがどんどんと積み重なってきて、この負債といったものが解消される見込みがないとなれば、この先に待っているのは当然のように倒産の2文字です。一般的にこれだけの負債総額を抱えていることが事前に分かっているのであれば、大きすぎて潰せないよなというのが一般的な考え方となります。
それこそアメリカでリーマンショックが起きた時には、バンクオブアメリカなどアメリカの名だたる金融関係の会社にはアメリカの政府から大額のお金が入って金融危機がこれ以上広がらないようにしました。ところがここで中国だからこその不安というものがあります。ここ最近の中国政府はこうした金融市場やもしくは株式市場に対する配慮といったものがほとんどないように見えます。例えばつい最近であれば教育事業などについて営利的な活動は一切禁止だといったことを発令して教育事業をしている会社の株価が暴落する騒ぎになりました。その他にも子どもたちのネットゲームの接続時間というものを規制するといったことなども発表してゲーム関連企業の株価が打撃を受けるなどありました。そのような状態ですから、もしもこの恒大集団中国政府にしてみればもうお金をつぎ込んで突然倒産といったことを防ぐことすらあまりしないかもしれないなどという不信感というものが株式市場にはあるのです。そういった破滅的な倒産といったものはさすがにある程度防ぎにかかるだろうというところも考えられるわけですが、その時にもうまく株式市場と対話を行い経済的な打撃というものがなるべく抑えられるような収束といったものを行えるか、その手腕についても疑問があります。もしもそのような落ち着いた形でこの問題を抑えることができなければ、待っているのは中国経済に対する巨大なインパクトです。負債総額はそれこそグループ全体で30兆円ぐらいだろうと見込まれているわけですが、当然のようにこれだけで済むわけではありません。関連する取引業者などにも連鎖倒産は及ぶでしょうし、またこの中国恒大にお金を貸していた金融機関なども貸し倒れになります。そしてそのような経済的な打撃というものが広がれば、当然のように多くの会社などにおいて経営悪化というものが見られるでしょうから、一つの不動産会社の倒産といった話では収まらない勢いでその悪影響といったものが広がる可能性があるのです。ここまでの話を聞いて、なんだ中国経済に打撃が出るだけじゃないかといった思いをするのであれば、そういったところで話が終わらないのが現在の世界経済の話です。というのも、中国企業が破綻するようとなった時にその影響を受けるのは中国だけにとどまらないのです。例えば中国企業に対して投資をしている人たちといったものもあります。それは例えば個人だけではありません。企業年金や資産運用会社などのお金なども中国市場に入っています。ですから中国で巨大な不動産会社が潰れたよとなれば、中国の株式市場などにおいてその他関連会社だけではなく、中国経済が落ち込むことを前提として全く取引の関係のない会社にも株式市場では売りが殺到するものなのです。そのようなことを背景にして考えれば、これは世界でも同時株安起こるんだろうなというのを見越した上でさらに売りをする人たちもいますし、そうした株価の下落を見越して空売りをかける人たちもいます。また現在の株式市場というのはそういった人間の売買だけではなく、コンピューターによる売買といったものも非常に多いですから、みんなが売ってきているなという兆候を見出したら、コンピューターといったものは手元の株を積極的に売って自分の利益というものを確保しようともしたりします。そのような形での株式市場の行き過ぎた動きといったものが起こりやすいことが背景にあって、中国市場で起こった出来事であっても世界同時株安を引き起こしやすい、それが今の金融市場なのです。ちなみに恒大集団の負債総額がグループ全体で30兆円程度だろうという話になっているわけですが、リーマンショックの時におけるリーマンブラザーズの負債総額といったものがざっくり言って60兆円ぐらいだったろうと言われています。つまり今回の話に出てきた恒大集団が倒産してそのグループ会社などにも飛び火すれば、リーマンショックのその半分ぐらいのインパクトを世界へともたらすことになるわけです。中国経済がこれで減速するなということを背景にして、日本の株式市場などにも売りが及んでくることが想像できます。以上簡単にではありますが、次に起こるであろう世界同時株安のその震源地は中国である可能性が高いというお話をしてきました。今はまだ株式市場を見ている人しかあまり知らないような話題ではありますが、中国共産党がもうほったらかしのような一番悪い形での倒産を迎えれば、世界に与える影響というものはかなりのものになるはずです。そして多くの人たちはその時一般的なニュースになって初めて中国恒大の名前を知ることになるのです。日本国内の情報だけではなく、世界に目を向けると意外なところで大きな出来事のその引き金となるような情報といったものが出ているよというのは知っておいて損のない情報だと私は思っています。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと
投げ銭機能のご利用お待ちしております。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。